今回の動画はシェムリアップ郊外へ行った内容です。日本人に人気があると言われるベンメリア、盗難未遂がきっかけで一躍有名になったバンテアイスレイ、郊外でローカルスナックを食べるなど盛りだくさんの動画になっています。ぜひ一緒に旅を楽しみましょう。はい、12月11日シェルムアップの朝です。今7時半です。今日の天気は曇り。今日は遠出をする予定です。おはようございます。ジャーネです。本日9月の11日です。今カンボジアのシェムリアップにいます。本日チェックアウトするアパートメントから撮っています。本日の気温がシェムリアップ25度、今25度になってますが、32度まで上がって最低気温が23度になる予想です。これからジャーネさんどこへ行きますか？今日は遠出する予定です。東洋のモナリザと言われる場所でバンティスレイ、バンティアスレイ、バンティアイスレイ、バンティアイスレイです。行ってきます。はい。その後はラピュタを想像するような場所日本人に大変人気なベンメリアというところに行ってきます。連れてっていただきます。では行ってきます。行ってきます。Good morning。はい、やってきました。やってきました。はい。Your name？ ティーノだね。ティーノなんだね。ティーノさんです。どこ行くか説明してもらう。バンティスレイ。バンティスレイ。And then？バンメリア。メリア。ローレイね。はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。今ちょうど8時ですね。7時59分。はい、これからスタートしました。行ってきます。2時間ぐらい乗りますからちゃんとマスクして保護対策をしていきます。今日は曇っているのでね、まだちょっとサングラスはいりませんが、保護りっぽくなったらサングラスをします。目に入るから、目が乾く。完璧なスタイルにしました。長距離だからね、やっぱり見た目かっこ悪いですが、こういうスタイルで乗らないと、はい、もうね、ほこり入る。はい、本当にあちこちにあるよね。作業、目を取ってトゥクトゥクがここで止まりました。シェムリアップの名物を紹介してくれるということで、ノムアカオタナオは日本の蒸しパンに似てますね。ヤシの葉で作った箱に入れて売っていました。あ、作ってるんだ。出来たてを箱に入れてくれます。3個1ドルで買いました。これで蒸して作っています。アイスクリームのコーンのような焼き菓子も売っていました。お土産としてヤシの砂糖なども売っていました。ここで買いましたよ。トゥクトゥクの出発が早い。美味しそうです。美味しい。中のミルクが激アツです。ココナッツの皮みたいな。約1時間のトゥクトゥクでのドライブです。フリーパーキングって書いてある。バンテアイスレイとは、女の砦を意味しています。インフォメーションセンター、何も置いてないです。こちらが入り口です。テンプルはこちらです。はい。チケット、ちょっと見ます。3日券を買って2日目にここにまたパンチしてくれます。10日間有効なのです。はい。行きましょう。はい、バンティアイスレイに来ました。はい。はい、ここは東洋のモナリザと呼ばれる美しいデバター像が有名だそうです。アンコールの宝石と呼ばれているようです。では行ってみましょう。ちょっと待って。特徴的な赤い砂利、その色合いとともに彫刻が浮かび上がっていました。これ額になってて、額というか取れちゃったからいい感じ。それではバンテアイスレイの中に入ってみましょう。こちらの遺跡はアンコール遺跡群の一部です。アンコールワットやアンコールトムといった巨大な寺院に比べると規模は小さいものの、その精緻な彫刻や建築美から非常に人気があります。バンテアイスレイは女性の砦という意味で、女性の手によって
作られたという伝説があるため、この名前が付けられました。女神の宮殿っていうぐらいあって、なんかちょっと趣が違いますね、他と。バンテアイスレーの池は寺院の前面に広がり、建物との対比で視覚的な美しさを引き立てる役目を果たしています。この池は寺院の神聖な環境を形成する重要な要素であり、アンコール時代の寺院建築において池や水路はしばしば神聖さや浄化の象徴として使われました。では寺院入り口に入ってみましょう。門の入り口や柱の装飾は保存状態がとても良くて驚きました。いくつもの門をくぐり抜けていくと、まるで過去へタイムスリップしているような感じになります。10世紀に創生されたとは思えない保存状態に驚きです。赤色砂岩は通常の砂岩より硬質のため、細かい彫刻も可能でした。モナリザのところに来ました。東洋のモナリザと言われている。まあ装飾は確かに非常に綺麗で、なんか女性的な雰囲気はあります。繊細な感じがします。バンテアイスレーの裏側に看板があるので行ってみます。10メートルの板しかないところ。自然だね。本当に自然の景観です。ああ、そこか。裏手の方にこのような湿地があって、ちょっと突き出した桟橋みたいのがあって、ここは自然景観となっております。はい、全体を見渡してみましょう。ハスが結構ありますね。湿地です。はい、駐車場に戻ります。駐車場に戻ります。ここは展示場です。今見てきたところのポイントがこんな風に書かれてます。行ったところ通ってないじゃん。今見てきた女神たちです。ティノさんはハンモックで爆睡中です。はい、ティムさん。いつの間にかにティムさんになってます。ティムさんからもらった美味しそうなマンゴーです。いただきます。うわ、すごいこれっぽいけど食べていい？満喫しております。楽しんでます。天気になってきました。シェムリアップは湿地が多いです。海ないけどね。バンテアイスレイからベンベリアまで約90分の移動です。あと1分ぐらいでベンメリアに到着します。もうここら辺から観光客いるのかな。着いたのかな。着いたみたいですね。駐車場が見えてきました。ここからそうですね。もうすぐここみたいですね。ほら、店舗チケットコントロールとかありますから、もうここは入り口のようです。ここが入り口なんだ。はい。着きました。到着。チケットコントロールです。笑顔が素敵なお兄さんです。ベンメリアとはメリアの池という意味です。これも鳥？なんでしょうかね。鳥に見えます。鳥じゃないでしょ。鳥。ドラゴンじゃないの。おーいお二人さん、鳥でもドラゴンでもありません。蛇神ナーガですよ。ナーガは神話に登場する蛇の姿をした神霊です。主に水の神として川や湖、海を司る存在とされています。ヒンドゥー教ではシバやビシュヌ神と関わりが深く、仏教ではブッダの教えを守る存在として描かれています。東南アジアでは繁栄や守護を象徴し、寺院や彫刻に頻繁に登場します。また浄化や再生の象徴でもあります。結構奥行きがあるような感じですね。今何時かちょっと言いましょう。今11時34分です。入ります。ベンメリア。青空になってきました。いい映像が撮れそうです。はい、ここはどこだっけ？ベンメリア。はい、覚えたね、やっと。
かつては参道だったと思われる石畳が無残に崩れていました。地雷撤去後に木製の歩道が作られたので、そちらへ行ってみます。はい。ベンメリアは地雷撤去が終わった2001年から一般の観光客が入場できるようになったそうです。アンコールワットよりは遅く着工して早く出来上がったと言われております。ただいろいろな書物が残っていないため、本当の詳しい創生の時期はわからないそうです。すごい密林の中に埋もれた幻の宮殿という感じがします。ベンメリアは荒廃した美しさと自然との調和で有名です。観光客にとって非常に魅力的な場所となっています。入った瞬間別世界、木々や植物に覆われており、遺跡の構造が自然に取り込まれたような美しい景観が特徴です。特に遺跡の石のブロックや壁が崩れ、ツタや樹木が絡みついている様子が独自の雰囲気を醸し出しています。本当瓦礫の山です。で、柱のデザインは一緒ですね。これどっかで見たことあるじゃん。タプロームですか？お母さんできてるのかな。なんか真っ暗のが入ってきました。ちょっと電気あった方がよくね。転ぶからさ、ライトあった方がいい。足元気をつけてください。ライトつけてる。穴が残ってるね。作ったのはすごく成功ですね。これもそのあるね。洞窟を抜けると神秘的な雰囲気と自然に囲まれた未開発の状態でした。アンコール遺跡群の中でも最も隠れた宝石ともいえる場所で、歴史的な価値とともに探検心をくすぐるスポットでした。カンボジア、どんどん好きになりますね。ベンメリアは天空の城ラピュタの題材になったわけではないけど、その荒廃した美しさ、自然との一体感、そして失われた文明というテーマにおいて、天空の城ラピュタに似た雰囲気を持っているのかな。私たちは幻想的な場所に想像を巡らせながら探検してきました。石に穴があるのは組み立てる時に木の棒を入れて打ち合わせをしていた、そういう感じがします。これはもう修復できないのでしょうかね。石が崩れてきて危ないので登らないでねっていう標識があります。自然と一体になりたい人はさ、来るとちょうど裏側でしょうか。同じような門構えが見えてます。これ参道みたいなのがずっと続いてますね。建物がほとんど崩壊しており、瓦礫の山なので建物を想像するのが難しい場所です。帰国後ウィキペディアで平面図を見つけたので、この図面をもとにチャット GPT で建物の想像図を作成してみました。これが参考にした平面図です。これがチャット GPT で作成した天面図です。そしてこれが写真図になります。事前に作成しておけばもっと楽しめたかもしれません。このように今は AI の力を借りて歴史に思いを馳せるのもいいですね。帰りの参道で原型をとどめているナーガがありました。青空です。それでは帰ります。リノさんから揚げバナナのサービスがありました。バナナいただきます。程度？
バナナいただきます。揚げたてのおやつ美味しいです。これ揚げてます。いただきます。どう？美味しい。美味しいって言ったら別のものも買ってくれました。ポテトとライスの練ったやつです。こういうローカルのスナックを紹介してくれて大変嬉しいですよ。ベンメリアの観光を終えて、次はローレイに向かっています。トゥクトゥクで約40分くらいの移動です。高速道路があるねと話していたらそこに入っていきます。自動車専用道路っぽいところです。高速道路みたいな感じです。こんなところ走るんでしょうかね。牛がたくさんいます。痩せて見えますが品種が違うんでしょうか。高速道路の路肩を走っているような感じですが、で走るのは驚きました。オープンカーなのでめっちゃ気持ちいいです。自動車専用道路を降りてローレイに近くに来ましたら、いきなりこの砂ぼこりのローカル道路になりました。すごい。結構がついたり。ローレイ着きました。ローレイじゃないです。ご飯。違うの、ご飯。そうだよ。ランチ。ランチの話してたね。ランチ。あ、そこか。そう、そっち。オッケー。コーナーどうですかっていいですか？ここで。1ページ目に載っていた料理を頼みました。料理の名前はシュリンプル&ポークココナッツピーナッツスティッキーライスです。はい、全部入りです。アフターヌーンティーみたいな形で出てきました。一応辛くないって言われておりますが、どうでしょうか。こんな盛り付けです。ちょっとおしゃれだね。シュリンプ入ってる。ココナッツも入ってる。ひき肉も入ってるみたい。ポークだから。こういう感じのものです。うん。こうやって。でも悪くないよ。はい、ローレイに着きました。誰もいない。誰もいない。ほとんどの観光客が来て、ほとんど観光客が来ておりません。20分ぐらいなんで、さらっと行ってきましょう。さらっと行ってきましょう。チケット。ローレイ。ハロー。どっかで見た光景だ。タイとかにあった？失礼したし。タイらしいです。タイではないです。あれ、中入れないんじゃない？金ピカのブッダ様がおります。天井にも天女の絵が描かれています。なんでしょう。今日はこの建物の中には入れないみたいです。剥ぎ取られてますね。多分金の装飾があったでしょうかね。ロレイは9世紀後半に建設されたとされ、もともとは大きな貯水池の中央に浮かぶ人工の島に建設された寺院です。ヒンドゥー教に基づいており、主にシバ神を祀っています。残念ながらお堂の中は何もございません。足も痛いし。ケロッピの。はい、つくつく飲みます。次はどこでしょう。アンコールワットの道をだったんで。ローレイから近くのプリア港に移動しました。プリア港とは聖なる牛という意味です。この牛はナンディンと呼ばれ、シバの乗り物でした。ここはシバを祀ったお寺です。6つの塔があるそうです。
壁の彫刻が見事ということですが、かなりもう風化しちゃってるんで、残ってるとこは少ないですね。2頭、3頭、4頭、5頭、6頭。ナンディンの像が3体ありました。神派の像を通り抜けると、お堂の中はやはり全て洞窟されて空っぽです。これは修復してますね。だって作りましたって粘土で。そうですね。これも修復したのは崩れた感じです。ちょっと面影があります。ここが蛇神ナーガに乗った戦士騎士の彫刻です。当時の彫刻はこの辺でしょうか。戻りましょう。でもここからまっすぐ参道が続いてますね。今日の最終見学地、アコンテンプルに来ました。ここはアンコール寺院の原型となったお寺のようです。周りには大きなお堀が四方を囲んでおります。この大きなお堀で囲まれているせいで、この寺院に入るようにはここの参道を歩くしかありません。はい、今日の最終見学地、目的地に来ました。バコン寺院です。夕方になるとちょっと湿度が高くなってとても暑いです。はい、今日だと思います。天気が悪くなってきてるんで、ちょっと南風が入って湿気が多くなってきています。はい、今15時40分です。ここはロリオス遺跡群の一つで、アンコールワットより100年以上歴史がある建物のようです。参道のど真ん中に聖なる牛ナンディの像があったようです。5層の基壇の中央部に市道があるピラミッド状の建物です。構造が似ているため、ボロブドゥール寺院を参考にして建設されたのではないかとも言われています。そうだよ。文句言うんじゃないよ。降りれるかな。文句言うんじゃないよ。はい。動画で見るよりとてもきつい階段です。ボロブドゥールみたいに第一層みたいになってます。ただレリーフはありません。これ3階層です。はい、4階層。ボロブドゥールに似てますね。はい、最後の5階層です。中央市道まで上がってみます。小さなカラフルな仏像が鎮座してました。最上層からの眺めです。もう彫刻も全部風化しちゃってます。反対側には2つの塔があります。左右にも大きな塔があります。ここにも6箇所塔があったような痕跡見えます。多分昔からの彫刻が残っているところです。この柱も独特です。デザインが異なるので違う時代に作られたようにも見えます。壁一面に精巧なレリーフがあったことを物語っていますね。この辺は修復したのか、それとももともとあった彫刻なのか、どうでしょうか。相棒は下に待機しております。もう登れません。怪我してから怖くてお年ですね。行けません。ここは全然怖くないですよ。上。え？全然怖くない。怖くない？うん。完全に新しいですね。塗り直してます。悟りを開くブッダ様。そうだ、お坊さんがさ修行してるっつったもんね、ここ。浦島太郎。はい、戻ってきました。ケロケロケロピー。キムさんのトレードマークはケロケロケロピーです。忘れないでね。忘れないでね。ホテルに戻ります。30分ぐらい。ここから30分ぐらいです。はただこんな格好で失礼いたします。い。失礼します。はい。目に結構ね、埃が入るんで、光が眩しくなくてもつけた方がいいです。何かサングラスかメガネかしておいた方がいいと思います。夕方になって帰宅の車でしょうか、かなり交通量が多くなってきました。
シェムリアップ市内まで戻ってきたら道路がすごい濡れています。来たような感じがします。かなり北の方に行ってたんですけどね。随分違うんだね。かなり濡れてます。戻ってきました。お願いしたら次のホテルまで送ってもらいました。ティノさん、ありがとう。目の前にはスーツケース2つと今ピックアップした洗濯物4キロが乗っております。はい。例のエコノミー通りです。はい。安い。はい。お店いっぱい。はい、目の前がパブストリートです。ここが超おすすめのフルーツジュース屋さんです。絶対おすすめ。あと両替屋さんがこの辺です。はい、日本で両替してきた方がいい。いいと思います。レートはいいです。A&B に出てるアドレスで行くと違うとこ行ってしまいます。で今レストランの人に聞いたんでここじゃないと一緒に調べてくれたのか分かりません。正しい住所を記録してほしいです。こちらはたどり着けません。で電話番号もないので確認しようがありません。住所と場所が異なり、やっとホテルにたどり着けました。無料。あ、無料？な10時まで。これは朝の8時から夜の10時まで。はい。はい。時々ちょっと木の葉っぱ落ちたので、汚いそうと思ってるけど、汚いです。はい。自然だから。はいはい。これは朝来て選んでいいんですか？はい。はい。メニューでレセプションの、トイレはこちらを使う。はい。シェムリアップ2番目のホテルにチェックインします。今回2階を通ったんですが電気の不良があったんで、1階に変更しました。はい。かなり広いお部屋です。2階はねダブルベッドのお部屋でした。下はクイーンとダブルベッド。セミダブルかな？セミダブルとダブルベッド。ダブルベッド。はい、こちらにソファー。ソファーがあります。テレビがあります。あと下にお茶のセットがあります。こちらはフリーですね。で、毎日水が2本つくそうです。セキュリティボックスと下に冷蔵庫があります。で、奥はクローゼットになっております。あとは水回りですね。トイレ。で、洗面台があります。で、歯ブラシが2本あります。ボディシャンプーとシャンプー。あとドライヤーが置いてありました。今回は A&B で撮りました。A&B 初めてだって。オーナーが日本人の方だそうです。受付のキムさんが日本語上手なので驚きました。びっくりした。ただ住所が間違っていてなかなかたどり着けませんでした。A&B の住所を修正してくれるそうです。マッサージに来ました。クメールマッサージ。今ディスカウントで1人8ドルから6ドルにしてくれました。はい。マッサージの後はまた 0.5 ビアで乾杯します。おいしい。皆さんも乾杯しましょう。おいしいです。こちらの店はもうずっとハッピーアワーです。で、一番下にフリー、ピーナッツ、ライスと書いてあります。何か頼むとライスついてきます。で、ちょうどトイメンにもテイストオブクメールという料理屋がありますが、そちらはあまり人が入っておりません。なんで入ってないんだ。でもビールは同じ 0.5 です。生春巻き1ドルサービスです。はい。もう2杯目いっちゃってます。0.5 ビアです。はい。何が入ってるか。そう。クメールカレーというのはチキンにして。チキンだよね。
あとは野菜ですね。野菜ですね。でこれ入ってるからちょっと辛いかもしれないな。ココナッツカレーみたい。バターチキンカレー。あ、バターチキン。辛くないです。そんなにね。うんはい。全然食べれるし美味しい。美味しい。美味しいよ本当に。野菜炒め来ました。これは 1.5 安い。入ってるものは見た目の通りです。美味しい。美味しい。ねこれ美味しいよ本生春巻きです。当に。ちょっと手でいっちゃおうかな。はい。こんな感じ。ナッツのソースつけて食べる。日本の生春巻きと一緒。美味しいよ。美味しい。パクチーがちょっとついてます。カレー美味しい。すごい。おいでのチキンはどこだ？チキンあります。食が進みます。ビールも進みます。レディークメールキッチンレストラン行ってきました。美味しいございました。デリシャス。アコン。行きましょう。賑やかです。似合ってる。今日はすごい賑やかですね。でもほとんど音楽だけなんじゃない。はい。人はそんなに入っておりません。賑やかだけです。私たちはこれからスーパーマーケットに行きます。スーパーマーケットを寄ります。はい。アンコールビアは 0.5、ブラックビアが 0.6、チンタオが 0.66 です。こちら安いですね。僕が 0.5、この CX 関係もすべて 0.5 です。全部さ中国じゃない。そうだよ。中国系じゃないここ。中国書いてあったじゃん。すごいね。でこの倍ぐらい買って 4.6 ドルです。安い。スーパー。ここはね、ビザカード使います。ビザのみですが、唯一クレジットカードが使えるお店です。1ドル違うとこんなに違います。すげえ混んでます。みんな1ドルでも安いとこ来たがりますね。ここはビザカードが使えます。明日来てみましょうか。次回はのんびり過ごす一日です。共通点がある思わぬ旅する人との出会い、私たちが行った中ではシェムリアップ一番と感じたマッサージ店、日本語ガイドさんから聞いた近年の実情、私たちと旅のお話などしませんか？コメントもお待ちしております。